どうもこんにちは。今日はこの靴のつるがみやっていきます。前回すいておいたカウンターの芯ですね。これをまず接着剤を塗って入れていきます。靴で使う塗は大きく分けて2種類。カウンターや先芯に使うこの水溶性のボンドと、あとは雪溶剤系の、ゴム塗りですね。この水溶性のボンドは芯にしか基本使わなくて、あとはソールだったりとかアッパー作るときはゴム塗りを使います。トップラインの上の方までしっかり入るように押し込みます。そしてサイドライニングですね。このサイドの補強になる、これヤギの皮なんですけど、これを差し込みます。こんな感じで、カウンターが入って、そこにかぶさるようにサイドライニングも入っています。ライニングとアッパー、皮の厚み分距離が違いますし、ライニングの皮とアッパーの皮で伸びも違うんで、それぞれ別で引きます。はい、ヒールのつり込みが終わりました。このイルチアの皮、トラがもともと多くて、なるべく入んないように、特にこのバンプのあたりは入んないように取ったのですごく綺麗なんですけど、あまり目立たないこの内側の部分がね、少しつぎ込んでもトラ見えてますね。で次、つま先いきます。手前の釘を取って、まずライニングだけつり込みます。ライニングに糊を塗って、そして中底にも糊を塗って、ライニングをつり込みます。糊の接着でまとめます。サイドライニングを貼り付けます。
このライニング分厚くて柔らかいもので足当たりよくしてるんですけど、その代わり靴にするときにちょっと見た目的にもったりしやすいですよね。木型に厚いものが乗っかれば乗っかるほど木型のシャープさって失われていくんで、なので少し先芯を釣り込む前にライニングを削っておきます。この部分は先芯でカバーされちゃって全く動かない部分なので、薄くなって強度が下がっても大丈夫です。そしたら次につま先ライニングの部分に糊を塗って先芯を釣り込みます。しっかり叩いて繊維を潰して、そしてコクリ棒で打痕ですね、ガンガン叩いたところ滑らかにして表面の繊維潰して、しっかりエッジも鳴らしておいて、これで乾き待ちです。先芯が乾いたので作業を進めていきます。次は先芯の加工ですね。先芯の形を整えていきます。まずは釣り代の部分をカットします。エッジを出していきます。先芯が終わるところですね、サイドライニングつながる部分、先芯の厚みでボコッと流れが歪みやすいので、綺麗なラインになるように削っていきます。この先芯の加工はあんまり削りすぎると先芯なくなっちゃうので、削りすぎないように気をつけながら形を調整していきます。ある程度包丁で整えたら、次はヤスリで削っていきます。今回はラウンドトーですね。で、少しこの辺にボリュームがあって、こうの部分から少しせり上がってスッと落ちていくようなラウンドトーです。少し動きのある形ですね。左右同じように削って形を見ます。実際木型ビスポークなので左右差多少はあるんですけど、なるべく木型の時点でつま先の左右差がないように作ってます。それでもやっぱり足の幅だったり指の長さによって多少つま先も左右差出てくるので、違和感ないレベルに整えます。先芯の形ができたので硬化剤で固めます。
はい、これで先芯ができました。しっかりエッジを立たせて、固めるで表面繊維を潰しています。このつま先のこの辺にかけて少し上に向かって上がるような形状。で最後につま先にアッパー釣り込んでいきます。はい、ということで釣り込みが終わりました。非常に綺麗な革ですね。一部トラがあるところ以外はすごくいい革なんですよね。これ透明感があって発色もすごくいいです。で最後釣り込んでたつま先はこんな感じに仕上がりました。わかりますかね。少しこう動きのあるつま先です。これはね、ここでこうちょっと反り返るような感じは好みがあると思うんですけどね。僕最近結構好きで、少しこんな感じで作ることが多いですね。ここの稜線がこう入ってきてますね。こういう風にこう、わかりますかね。前から見るとこんな感じで。いいですね。デザインもね、アッパーの時に言ったようになんかジョン・ロブとかエドワード・グリーンのちょっと変わり種みたいなありそうでないデザインかもしれないですね。ということで釣り込みまで終わりました。次はすくい縫いをやっていきたいと思います。この靴も本当にスタンダードにドレスシューズの仕様ですね。シングルソールのシングルウェルトのベベルドウエストドレッシーに仕上げていきたいと思います。それではまた。